こんにちは。ナースロボ、タイプ T です。今回は、バーンハルト上級地下水路の上級調査についての解説動画です。この上級調査ミッションは、以前にも増して高難易度です。そのため、あらかじめ事前に知っておくべき知識がいくつかあるので、説明していきます。まず必要な武器について説明したいところですが、一度基本となる属性について説明します。現状の属性は火、雷、氷、岩、光、闇の全部で6属性です。それぞれ属性蓄積による状態異常と属性バーストの効果が異なります。属性について、属性やられの状態異常、バースト、ゲージマックスのバーストフィニッシュの順に効果を示します。火は属性やられで2秒ごとに最大 HP の 0.4% のスリップダメージ、バーストで最大 HP の 10% ダメージ、フィニッシュで最大 HP の 20% ダメージ、雷は行動阻害、最大 HP5% ダメージ、最大 HP15% ダメージと麻痺、氷は移動速度低下、凍結、最大 HP10% ダメージ、土は火ダメージ20% アップ、凍結の土バージョン、最大 HP10% ダメージ、光は余ダメージ減少、最大 HP5% ダメージ、最大 HP15% ダメージと味方 HP 継続回復、闇は確率で攻撃ミス、最大 HP5% ダメージ、最大 HP15% ダメージと HP リクによる回復。これらを踏まえて武器の属性について、一番のおすすめが火です。バーンハルト上級は、道中の敵の HP が高く純粋にダメージを稼げるのが強いです。現状、神の送り火やチャネルキーパー等の非属性武器が最も愛用されている理由ですね。火の属性武器の次に、今回同時実装されたもう一つのミッション、カーストノール遺跡の調査武器、ディスクリートシリーズがおすすめです。属性は闇ですが、特攻がバーンハルト上級の出来に合ったものとなっています。マキナやドコルマンキラーの特攻が有効ですね。個人的に、今周回するにはこのカーストノール遺跡調査が良いと思います。他の理由として、カーストノール遺跡ではエンハンスイマジンのドロップが、現状で最もレベルの高いものが落ちるからです。そして残念ながら今回持っていってはいけない武器が氷属性武器です。悲しいことに、前に実装された最高レベルの60武器が氷なんですよね。そして、氷の属性やられやバーストフィニッシュではダメージが稼げないので最も弱い属性でもあります。少し話が脱線しますが、スキルスロットが8つになっても1つのスキルを連打するスペルキャスター。この杖が愛用するメインとなる火力スキルがアイシクル。つまり氷属性です。私自身も杖をメインクラスとしてるんですが、現状のスペルキャスターは他のクラスに比べかなり弱いです。スキルスロット拡張の恩恵が少なく、アイシクル以外のスキルでなかなかダメージが出ない。残念ですが、今のところバーンハルト上級は無難に他のクラスで行くことをお勧めします。武器の話に戻します。結局のところ武器は非属性武器もしくはディスクリートシリーズがおすすめです。そして今回実装された武器の限界突破による影響は大きく、50レベル武器のプラス5が60レベルの未強化と同じ攻撃力になります。そのため武器は必然的に最大まで限界突破していくことがほぼ必須条件です。非属性武器かディスクリートシリーズのプラス5武器を用意できれば、おおよその準備は OK です。アビリティプラグについては、勇猛 G さんと生命 G さんをつけていれば他は自由で良いと思います。強化の星はできれば4つ以上を狙いたいところですね。限界突破をうまく利用して厳選しましょう。次に、イマジンの話をします。まず限界突破から言いますと、現状限界突破による差はあまりないです。これは積み重なれば違う話になるんですが、イマジンをすべてプラス5にするなんてことは短期間にできません。少し現実的なのが、バトルイマジンのみをプラス5にすることですが、武器のプラス5にする労力に比べるとかなり違います。バトルイマジンは入手方法が従来の素材集めです。したがってプラス5にするには素材が大量に必要になりますね。例を出すと、移ろいした帝はモークスカウトというエネミーの素材が10個必要です。これを10個集めるには狩り場で弓を持ち、40、50分定点狩りを続けてかつ、フィールドにオクネームドを2体狩る必要があります。これを何回繰り返す必要があると思いますか？正解は元となるイマジン合わせて12回です。はっきり言って地獄です。運が良ければ、フィールドのネームドでも直ドロップしますが、それでも大変ですね。私はバトルイマジンを短期間にプラス5したくはありません。気が向いたら集めます。しかもアップデで頻繁に状況が変わるので、
いつどこでバトルイマジンのドロップが緩和されるかもわかりません。また勇猛 G さんや生命 G さんのバトルイマジンが新たに実装されればまた一からです。あまり深くは考えたくありませんね。そのため個人的には、イマジンの限界突破はおまけ程度で考えて良いと思います。むしろイマジンについている生命 G3 等のアビリティが重要です。今回のバーンハルト上級では敵の数や攻撃が激しく、火バーストまでされるので、プレイヤーの HP は3000程度なら一気に吹き飛ばされます。2000なら一瞬で溶けます。したがって HP は4000近くは欲しいです。5000あると少し安心です。直近だとこのようなイマジンで生命 G3 を持てます。限界突破で重複しても良いので厳選も少しは気が楽です。エンハンスイマジンは生命 G3 をできるだけ積み、残りは好みで良いと思います。状態無効ができるアンチ〇〇系もおすすめですね。バーンハルト上級ではあまり必要なさそうですかね。バトルイマジンのおすすめは、個人的には移ろいしたテイ、総白桃、オロチ、摂理あたりですかね。ちなみにキングムークの急所感知の会心率は、上算なので数%しか上がりません。そのため全ダメージアップ 6% のダテイと勇猛 G3 の総白桃、生命 G3 用のオロチまたは摂理が良いです。シーズンパス課金している人は、ティリスベータも勇猛 G3 を持っているのでお忘れなく、限界突破がかなりきついとは思いますかね。ここまでがバーンハルト上級に行く準備段階の説明でした。最後にバーンハルト上級に出るエネミーについて軽く紹介して終わります。このミッションで厄介なのは道中やボスの PM ドコルマンです。各段階のエリアにいる PM ドコルマンは体力が70万以上あります。耐性ダウン等のついたヒバーストで7万9000くらいのダメージですので、正確には75万くらいですかね。あまり詳しくなくて申し訳ないです。系統はドコルマン、特性はアジン、マキナ、地上です。次に、PM ムークの特性は同様ですね。2つ目のエリアでたくさん出てきますね。たまに地面に最初から埋まっていて積むことがあります。悲しい。この中でドコルマンたちをいかに早く倒せるかがクリアの鍵です。敵を集めるイージスファイターやヘリスマッシャー、弓のウルトが重要ですね。撃破しているようではクリアは不可能ですね。十分な火力を持ったクラスと敵を集める技量が必要です。もちろん倒すことだけに集中し敵を抜いたらやられます。特に PM ドコルマンメーターや PM ムークアーチャーはミサイルを撃ってきますので要注意です。乱戦中でも定期的に回避行動を挟んだ方が良いです。事故でやられるとあっという間に不利になることがありますからね。以前上げた動画ではあまり考えてないですが、エリアの爆弾ダルや道中の箱の攻撃の補修を使うなどの工夫も必要ですかね。ボス前の4つ目のエリアでは1つ前隣の部屋で戦った方が良いとかもあります。細かな周回の最適化は皆さんで考えていきましょう。ぜひともコメント等で教えてくださいね。それでは今回の動画は以上となります。高評価、コメント、フォロー、いつも動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。